はい、どうも、料理人 VTuber の高美人でございます。ということで、今回は仕込み会ですね。フォンドボーの作り方の方をご紹介したいなと思っております。こちらフォンドボーですね。格子の骨、使わせていただくんですけども、こちら、どうやって、自宅で焼くんですかっていうところなんですけども、こちらの機材使います。ドンと。はい。以前ね、ピザ窯としてね、ご紹介はしてるんですけども、こちらの機材の方を使わせていただきます。なぜこちら使うかっていうことなんですけども、単純にですね、結構大きいんですよね、このサイズが。なので、フォンドボーをやるには、まあ、なかなかいいサイズだなとか思いながら、ちょっとこちらの方ね、使わせていただいて、フォンドのボーの方を仕上げていきたいなと思っておりますので、早速ご紹介の方いきます。それじゃあいきますよ。じゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきます。せーの、ドン。はい。じゃあね、こちらが、子牛の骨になりますね。はい。で、これを今から水につけていきます。もうね、しっかりね、水がかぶるぐらいまで入れちゃってください。これを冷蔵庫に入れて一晩置いときますと、こんな感じで、もうね、血がいっぱい抜け出しますんで、これを必ずやります。これをですね、まあ、フランス語でデコルジェっていう作業になりますね。で、それをですね、オーブンの鉄板に並べて、これからこれを焼いていきます。で、大体ですね、200度で私、これ、まず1時間ぐらい焼いた形ですね。で、それを今ひっくり返してます。こんな感じでね、一回全部ひっくり返しまして、で、それをですね、またさらに焼いていきます。で、ひっくり返してからだいたい40分ぐらい焼いたものになりますね。だいたいここまでしっかり色をつけていきます。こんな感じですね。で、骨をですね、まあ、煮込む鍋の方に入れていきまして、で、ここにまず水を入れていきます。で、水を入れて、10分ほどちょっと放置します。そうするとですね、こんな感じでふやけてくるので、これを全部削ぎ落としましょう。これをですね、フランス語の言い方ですけど、デグラセって言うんですけども、まあ、鉄板を熱してね、水入れてとかっていうやり方もあると思うんですけども、私はこのやり方が分かりやすいのでやってますね。こんな感じの。これがですね、旨味の塊になりますので、この作業は絶対にやります。はい。もう一度言います。絶対やります。で、このね、やつは洗わないで、置いておきます。で、これからね、ミルポアを切っていきます。玉ねぎ3つ、人参2つ、で、セロリが2本の、で、こういったトマト。これはもう、B 級品の、もう見切り品だったトマトの方を用意させていただいてます。はい。で、セロリですね。で、セロリはね、この葉の軸をこう取っていきます。ちょっとね、土が、がっつりついてるセロリの部分のところだけは切っていただいて、で、あとはもうザクッと切ってます。で、玉ねぎは、私は4つ割りにしています。ここはですね、結構シェフによって考え方がいろいろあると思うんですけども、私はちょっ
とだけ小さくしてますね。長時間煮込むものなので、当然あんまり小さくするのはっていう考えもわかるんですけども、逆に私はですね、この野菜類からスクロースっていう甘み成分がすごい必要なんですね。ですので、出やすくしてます。あんまりね、逆に小さくしすぎると今度ドロドロしたフォンドボーになってしまうっていうのもあるので、そこまでは小さくはしないんですけども、いくつかはやっぱりこうやって細かくというか、このサイズにして煮込んでるっていうのが私のやり方ですね。で、トマトはですね、ちょっと形の悪い B 級品の方を取り寄せてですね、こんな感じで4つ割りにして入れてます。もうこれなんかもね、もう完全に、一部ちょっとね、変色しているところなんかも切り落として、で、使っていくっていうようなことをしています。こんな感じですね。で、こちらが板パセの軸と、あとこちらセロリの葉ですね。で、先ほどのね、鉄板にそのままもう野菜入れてっちゃいます。そうするとですね、この野菜の水分で下のやつがふやけてきて一緒に取れちゃうんですよね。なので、こんな感じで、はい、一緒に焼いちゃいます。で、こちらもね、しっかり焼き色つけて、これも鍋に入れていきます。こんな感じですね。で、さらにここに牛すじを入れていきます。こんな感じですね。これもだいたい1時間ぐらい。先ほどのね、野菜の方も1時間。で、こちらも、方も今、1時間焼いたところですね。で、今、牛すじの方は裏返して、で、もう30分ほど焼こうかなと思ってます。まだ裏面の方がね、焼けておりませんので、一度ひっくり返して、で、30分ほど入れて焼き色をしっかりつけていきます。この時の温度はね、変わらず200度で全部統一してやっております。こんな感じですね。ここまでね、しっかり焼いてください。で、これもね、最後同じようにこう水を入れていってデグラセしていきます。10分経ったところでこう削ぎ落としていく形でやっていきます。で、それを全部鍋の中に入れて OK です。で、今から煮込んでいきます。で、水はですね、しっかりかぶる以上まで入れていただいて、で、煮込んでいきます。すいませんね、ちょっとね、手ぶれが激しいんですけど、今ちょっと手でやってます。はい。で、ここでね、1回沸いたところでパセリとね、セロリの葉を入れていきます。で、ローリエも入れていきます。で、見た感じ、こう、アクとかは基本出ないんですね。しっかりやっぱり、血抜きと焼きを入れているので、で、火加減はこんな感じでいっていただいて、で、8時間ほど私は煮込みました。今からこれをこねていきます。で、また水をですね、かぶるぐらい入れていただいて、で、煮込んでいきます。
ういったね、横についてるちょっとね、焦げというか、そこもね、しっかりきれいに取ってあげてください。旨味のね、元になっておりますのでね。旨味の塊ですね。こんな感じで2番を取っていただいて、で、こしていただいて。で、合わせて冷やしたものが今こちらにあります。油を今取ってるんですけども、もうほとんどね、油もないような状態ではあるんですが、こんな感じになっていきます。しっかりね、冷やすと、もっとね、手でパリパリパリって取れるぐらいまでなんですけども。で、出来上がったフォンドボーがこちらになります。綺麗ですよね。はい、どうもお疲れ様でした。以上がね、フォンドボーの作り方になりますけども、一応ね、おさらいをさせていただきたいなと思います。はい。フォンドボーね、作るときに、今回私のこのフォンドボーに関しての3つのポイントをご紹介したいと思います。ではまずこのポイントは、はい、こちら。せーの、ドンと。まずですね、こちら、格子の骨の血抜きはしっかりしてください。デコルジェって言うんですけども、一晩水につけて、で、血をね、抜いてください。これはですね、理屈をちゃんとお話しすると、そのままね、焼いてしまうとですね、当然ね、骨の中に、血が残ってる状態で、焼きますので、血っていうのが結構臭みの原因になります。ですので、これを、水の中に、漬け込むことで、まず、一晩経っていくと、骨のね、組織だったり肉の組織のところに水が入っていって、血を溶かしていきます。そうするとゆっくりゆっくり外にね、浸透圧っていう言葉聞いたことはあると思うんですけど、均一化していくっていう形で外にね抜けていくんですよね。はい、でこれをやることで、まず臭みがね、大部分抜けるっていうところと、あとアクのところが出てきます。で、動画内でね、私アク取りってしてないと思うんですけど、基本ですね、実はフォンドボーってアクほとんど出ないんですね。はい。っていうのが、ここでね、デコルジェをしっかりしてるっていうことと、2番目で紹介するこのしっかり焼くっていうところ、ここを2つをやっていれば、基本的にアクは出ません。これね、もう私の超大先輩になる、もう日本のね、シェフたちにとっても超大先輩になる方のフォンドボーの取り方を昔ね NHK かなんかのテレビで見たんですけども、あの時その方もね全く同じこと言ってましたね。フォンドボーからアクは出ないよって言ってたんですけども、その当時はちょっと意味がね、まだコックさんでもなかったんであれだったんですけども、意味がね大人になってようやく分かりましたっていうぐらい、フォンドボーはちゃんとね、デコルジェとアク抜きを、デコルジェと、あと焼きをね、しっかりすればアクは基本出ませんっていうところですね。で、お次がこの、2番目、骨、とかですね、筋の表面をしっかり、焼いてください。これは、焼くっていうのは、表面ね、しっかり乾燥させて、でそこから色をつけていくっていうところになるんですけども、骨の筋、肉のね、筋部分っていうところだったりとか、あと骨のね、ところについてる筋っていうのは基本的に、ゼラチン質だとか旨味の元になるようなものがですね、かなりついてるんですよね。よく肉好きの方が骨の周りの肉はうまいなんて、いうことは言うんですけど、あれ実は科学的にも当然実証されてるお話で、肉からねその旨味成分の元になるようなものが出ていて、それが加熱反応していくことで旨味に変わっていくっていうメカニズムがあるんですけども、そういった意味もあって、まずこの肉と筋だとかっていうのはしっかり表面乾燥させる。当然中にね水分がないぐらいまでよくね鉄板にね水分がついたままっていうではなくて、肉のね表面をしっかり乾燥させて焼き色をつけるっていうことをすれば、もうがっつりしたね旨味がそこでまず生成されてますっていうところになりますね。はい。で、次が3番目ですね。はい。で、こちらが、対流させるように、ゆっくりね、コトコト煮ていく。当然ね、ボコ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 っと煮ていってしまうと、当然ね、水分の目減りが早いっていうこと
っていうイメージは確かにあってはいるんですけど、実はそれは半分正解で、半分はですね、この旨味を抽出させる時間をできるだけ長く持っていくっていうことですよね。はい。で、これでゆっくりゆっくりですね、火を入れていくことで、骨からね、こう骨や筋から旨味を出していくっていうところになるんですけども、まあ大体フォンドボーで、まあ私今回私ね、大体いつもやるのが200リッターぐらいの寸胴でやるんですよ。はい。まあ、さすがにね、映像にあったような、自宅では、まあ、せいぜい30リッターになるんですけども、まあ、レストランとかでやるときは200リッターの寸胴でやってたんですけども、大体、まあ、あれの、5倍量かな。5倍量の骨が、だから20キロ、骨が20キロ、そうですね、5倍量でやってたので、その時にですね、まあ大体8時間ぐらい、まず1番だしですね、煮込んでいって、で2番は大体3時間にしてます。で、そもそもじゃあなんでね8時間もかけるんですかっていうと、当然ね骨の中から旨味を出していくまでにまあまあ時間かかるんですね。で、大体、飽和状態、飽和っていうのがまあこれ以上旨味が出ません、もうこれ以上水に溶け込むのが難しいですよっていうのを飽和状態っていうんですけども、この飽和状態に持っていくまでに大体8時間ぐらい、になるんですね。で1回そこで1番を取りまして、でまたね、2番を取るときに水を加えていって、でまあ当然ね、そこに真水が入っていくわけですから、まだね骨だとか筋だとか野菜に残っている旨味だとかもしくはね甘み成分だとかいろいろあるんですけども、それをさらに抽出するためには真水を入れて、さらにそこから出していく。当然ね、一番だしのようなゼラチン質っていうのはね、ちょっとね、量は少なかったりとかっていうのはあるんですけども、まあ、2番を取るっていうのは、そういう理由です。で、私なんかは、1番と2番はもう合わせちゃってますね。今現在、まあ、例えば、自分が作る料理の中で1番と2番を分けなきゃいけないような料理っていうのは、特に今のところ、こう、やることもないので、大体ソースだとか煮込みとかに使ったりすることが多いので、1番と2番合わせてます。やっぱり2番のね、深いコクっていうのはね、やっぱり必要になってきますし、1番だけじゃどうしてもさらっとしてるっていうところがあって、私はやっぱりこの1番2番を合わせて、使っていくっていうようなことをやっています。はい。で、あとですね、多分、結構な方、まあ多分おそらくですね、この動画を見てる方、フォンドボを撮ってる方もね、いらっしゃって、いや、違くねって思ってるところが多分ここなんじゃないかなと思います。はい。ブーケガルニですね、これ入れないんですかとか、あと玉ねぎにクローブ刺してねえじゃんとか、あると思うんですよね。その理由がこちらになります。せーの、ドン。はい。まずですね、今、物流形態がものすごい発展していて、じゃあそもそもブーケガルニとか、まあ、玉ねぎにね、クローブ刺したりとかして煮込んだりとかするっていうことは、なぜするのかっていうことの根本的な理由としては、当然昔は肉の流通が悪くて、まあ当然ちょっとうっすら匂うとか、獣臭さがあったりとかっていうのがありましたね。そう言っても、もうそれは随分古の話にはなってくるかも、古って言い方もちょっとおかしいかもしれないですけども、当然30年前と今とでは物流から冷凍技術、冷蔵技術、ね、全然違います。で、一番大きいのは、やっぱり畜産家のこの1番ですね。一番上に書いてあるこの畜産家の方の、まあ、絶え間ない努力によってですね、かなり獣臭さが消えてるんですよね。これは、単純にストレスをかけない飼育方法が発展していったりとか、当然与える飼料によって、臭みが出る出ないっていうのは、ものすごい研究された上で、今現在のお肉だったりとかが出来上がってるっていうのは間違いないです。はい。で、これによって、当然、牛だとかですね、まあ、牛、豚、鶏、まあ、もろもろそうなんですけども、臭みっていうのはかなり減ってきてるなっていう感じはっていうか実際に、なってきております。で、2番目にはですね、世界的な物流もそうなんですけども、日本のね、物流技術っていうのがものすごい上がってますよね。例えば、じゃあ今日ね、じゃあこの牛を出荷しましょうと言ったら、明日にはもう、場合によっては手に入ることは全然ある
ぐらいのレベルの、物流の速さになってきているっていうぐらいのことですよね。で、それに伴って、運搬する時の冷蔵冷凍技術、冷凍車、冷蔵車っていうのもしっかりね、温度管理をした徹底されたものが運ばれてくるわけですから、当然ここで、やっぱりね、鮮度がいいっていうところがまず一つになりますね。はい。で、最後にですね、やっぱり、厨房のですね、冷蔵冷凍技術、こちらもですね、ものすごい上がっているので、これによってですね、やっぱりこの3つの要因っていうのがかなり大きくて、で、そう考えてくると、じゃあ、単純に私はこのフォンドボーに求めることっていうのは、旨味だとか、牛の力強さだ、子牛の持ってる力強さだとか、っていうところになってくるんですよね。ってなってくると、もう本当にセロリとか、セロリの葉だとか、あと、玉ねぎだったりとか、香味野菜ですよね。それと、あと、パセリのね、軸だとか、そういったものだけで十分やっぱりもう、OK になってくるんですよ。で、ブーケガルニだとか、クローブだとかって加えてくるとですね、もうそれがね、香りを添加させていくような感じになるんですよ。イメージ的にはマスキングっていうよりかはもうその香りを添加させていくっていう形になっていくので、私としてはそれが昔であれば獣臭さだとかっていうのは当然ね、マスキングしていくっていうのはすごい重要な手段になってきますし、今でもやっぱりねジビエとかのね出汁を取っていくときはやっぱりブーケガルニとかもろもろ入れ込んだりはするんですけども、このフォンドボーに関してだとかこのものに関してはやっぱりですねソースで結構多用していくんですね。で汎用性の高い、フォンドボーにしたいっていうことになってくると、あまりですねこのブーケガルニだとか、クローブのですね、独特の香りっていうのがやっぱりその詰めていくときに、ちょっとですねソース作りの時に邪魔だなってなるんですよね。これ本当に私個人の考えなのでなかなか賛同する人はどれぐらいいるのかなとは思うんですけども、ただですね基本的に当然ブーケガルニだとか、クローブっていうのは当たり前のように使っていきます。ただ私は、どうしてもねソース作りのとこにこういった考えがあって、で実際に自分で実践してきた中でいらないかなってなっていった時に、じゃあどうなるかなと思ってやっていった時に汎用性の高い、フォンドボーができたなっていうところで、この形に至ったっていう形になりますね。ですのでおそらくですね賛否両論はあると思います。ただ、どこのね、お店に行ってもそこのフォンドボーっていうのは、おのおの千差万別で違いますので、当然ね、もし修行中にいや僕今まで教わってたのもこうだっていう経験はあると思うんですけども、実はそこのシェフっていうのはちゃんと考えた上でそこのフォンだとかヒュメだとかっていうものに対しては実はその一角があるみたいなこだわりがありますので、まずねそこの理屈をまず聞いてみていくのが面白いっていうところはありますね。はい、でその中でもし自分がお店を立ち上げるとか自分で料理を一からやらなきゃいけないっていう時に、自分にとって一番いい料理の作り方っていうのはどういうことか、どういう表現にしようっていう時に、こういう考え方が生きてくるかなっていう感じがしますので、はい。ぜひぜひね、これはね、あくまでフォンドボーの私の考えの一つっていう形で、あるんですけども、いろいろね、ご経験される中で、一度ね、こちらのものも体験していただけたらなと思いまして、ご紹介にいただきました。ということでですね、フォンドボーが以上になります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。